こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、初めてのロバを失い、2頭目のロバに乗り換えました。かわいそうだったわね。気を引き締めてプレイを進めていきます。さて、前回までに発見したバイオームは42種類、未発見は15種類です。今回も頑張って探していきます。地図はここまで広がりました。9枚目の地図も残り3分の1ほどですね。さて、バージョン 1.7.10 がリリースされたようですが、冒険の時間には関わりないようなので残念です。そういえばまだ 1.7.4 でプレイしてるわね。なんであげないの？今のところ冒険の時間の不具合の対処には、3つの選択肢を考えてます。このうち2番目を目指してプレイしていますが、多分、バージョン 1.7.2 との差が少ない方がトラブルが出にくいですよね。うまくいかなかった場合には3番目を試しますが、バージョンをあまり進めない方がバイオームの生成仕様が変わるリスクが抑えられます。確かにバージョン上げにくいわね。水が3つ流れてるのは珍しい。全部こちら側で、ほぼ同じ高さに水源があって、ほぼ等間隔です。てっぺんが犬の顔みたいね。体は鶏っぽいんですけどね。こういうのってジャンプで飛び移りたくなりませんか？ちょっと高さが足りないわよ。あと、下に溶岩が流れてた方がいい感じなんだけど。何これ怖い。峡谷が真下にあるようです。こっちもか。向こう岸に渡ってみてみたら、峡谷で丸々えぐられてました。怖いところを降りようとしていたようです。なんだかすごいですね。最近水を渡るときはリード紛失を恐れて使わないようにしてるのですが、水が浅かったので久々に使ってみました。なぜそこで埋まるんですか？危機感が足りないロバね。大丈夫だよね。ヒヤヒヤものです。さて、ようやく地図の北西の端に到着です。なんでいちいち水に落ちるのかしらね。いてて。落ちないように気をつけているはずなのですが、なんで落ちるか不思議です。まあともかくこの地図もあとわずかです。ちょっと焦った。一応通れるようなので通りますけど。地形生成で時々カクついたりするので、一見安全そうでも慎重に進まないと危ないんですよ。さて、ようやく9枚目の地図も調査完了です。調べた範囲がちょうど正方形になりましたけど、ここまでメサとメガタイガのかけらも見つかってません。どこまでレアなのでしょうか。ジャングルも端っこが見えるだけなので、このバージョンではそこそこレアなのかも。あとはキノコ探しのための広大な海洋バイオームよね。今のところ候補は3番目の地図だけかしら。バイオームが増えた分だけ色々見つけづらくなってる気がします。まあともかく10枚目の地図の作成ポイントに移動しますね。あれ？火事ですね。燃えてる燃えてる。なんでか山火事見ると和むのよね。地図作成ポイントに移動中ですが、またも海に阻まれました。このパターン多いですね。まあ、地図作って海を埋めるまでロバには待っていてもらいます。さて、10枚目の地図の作成ポイントに着きました。この地図が完成すれば、いよいよ冒険の時間、地図10枚目に突入です。やっと2桁突入ね。最終的に何枚くらいになるかしら。20枚程度で終わってくれることを切に願います。データが少なくて期待値推定すらできないのが辛いです。
さて、とりあえず7分ほど船で進んだところ、東側の海は途切れました。ここの真東にはジャングルがあるはずですが、この地図までは伸びてないようです。そういえば、肝心の猫は見つかるかしら。一応、火打ち石打ち金と大量の魚をエンダーチェストにしまってあります。ジャングル焼き払えば自然破壊だけど、気にならない？猫を探すためなのでやむを得ないですね。さて、海はだいたい埋め終わり、ロバと合流するところなのですが、急に雨が降り始めました。雨で困るのは、音が聞こえにくいところなんです。感覚が狂ってしまいますね。そういえば昔のパソコンでプレイしている時は、処理が重かったので雨を切っていることが多かったんですよ。雨降ってるのを見ると未だに不思議な感覚があります。お、ここを左折ですね。もしやトンネル？奥は明るいようですが、きちんと出口がありますかね。ただの洞窟だったようです。文字通りの位置ですね。フォントによるわよ。さて、地図の西側を北上していたところ再び海に出ました。単独行動しましょうか。またロバと分かれて海を埋めてみたのですが、北の方にも海が広がってました。あら、ここシッチエムよね。この先に花の森林も広がってました。ざっと海を埋め終わり、ロバと合流した直後なのですが、結構広い山岳プラス M を見つけました。念のため接しているバイオームを調べてみたのですが、山岳 M はなかったです。そういえば、山岳プラスと山岳、サバンナ大地とサバンナ、隠し丘陵とその元のバイオームについては、突然変異がまたいでいるのを見たことありません。今のところ例外なしよね。あれ？水が変な風に止まってますね。水を流した後でブロックを削った時とか、こんな風になることあったような。地形生成中に水が流れたのでしょうか。謎です。トンネル？どうなんだろう、非常に気になります。あ、トンネルっぽいですね。朝にしてからくぐってみることにしました。あれ？珍しく剣を構えているわね。私に剣を構えさせるとは大したトンネルです。少し進むと久々に村がありました。教会が見えていますね。建物が4つしかない、やたら狭い小さな村でした。今まで見つけた村の中では一番の小規模ね。ちなみにこの村では、人参が5本補充できました。何かのデザインっぽい山ですね。ちょっと歪な形ね。真ん中の出っ張りを爆破したくなるわ。これはストレートなトンネル。くぐらないと、奥の方まで綺麗な円形になっているのが良い感じです。危ない危ない。通り抜けたら死にかけるところでした。山岳をようやく抜けたら草原に出ました。1枚目の地図以外で初めてロバ見つけました。やっぱりロバ可愛いわね。横に広いトンネル発見。ちなみにこの形のトンネルも割と好きな方です。ただこのトンネルについては、入り口が登りづらく距離が短いのでやや減点です。
土ブロックが木を貫通してますよ。原理的には土ブロックを取り込むように木が生えたのだと思いますが、見た目が面白いです。細長い土ブロックの連なりはめったにないから、こういうのは珍しそうね。さらに少し進んで森林をサクサク進んでいたところなんですが、また峡谷ですね。すでに落ちかけてた。危なっかしいわね。さて草原に抜けたところで今回はここまでです。バイオームはまたも更新ならず。地図はここまで広がりました。次回は11枚目に突入する予定です。ジャングルの広がり次第では猫界になるかもしれません。もし猫が見つかったらリスポーン拠点に連れて帰らないとなりませんが、まあそこは時間を気にせずやってみます。それではまたね。バイバイ。